皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。そしてこの動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも聞き続けたいから応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひ YouTube か Patreon でメンバーシップの参加お願いいたします。そしてすでに参加してくださった方々本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって続けていくことができているので本当にありがとうございます。そしてオンラインの会話レッスンもやっています。なので日本語を話す練習がしたいと思う方がいたらぜひそちらもチェックしてみてください。では今回はですね、もしもトークっていうのをやっていこうと思います。もしもっていうのは if ですね。英語で言うと if とか what if っていう訳になるかと思うんですけど、現実では起こらないようなことだけど、いろんな想像をしたりすることがあると思います。もし宝くじが当たったらとか、もし生まれ変わるとしたらとか、もしね、異世界転生したらみたいなアニメを見ている方だったらそんなことを思うこともあるかもしれないんですけど、そういうもしもトークっていうのを今回はしていこうかなと思います。なのでこれはもう本当に何でもありですね。どんな答えでも全部正解というか、何が正しいっていうのはないので、皆さんもぜひ一緒に考えながらこのポッドキャストを聞いてもらえたらなと思います。で、普段ね、日本語をたくさん勉強していて、自分のことについてとか、好きなこととか、仕事、趣味、友達、家族について、普段たくさん話すようなことは、だいたい自分でも話せるようになってきたとか、または聞き取りもだんだんできるようになってきたっていう方がいるかと思います。ですが、やっぱり普段あまり話さないようなことだったり、普段あまり考えないようなことを急に聞かれるとね、うわ、なんて言ったらいいか分かれへんとか、自分の中に考えはあっても、それを日本語で何と言っていいか分からないっていうこともあるかと思います。なので今回はそのもしもっていう状況で、皆さんのもう妄想を最大限に頭の中で繰り広げて、いろんな日本語表現を、これは何て言うんだろうみたいなのをね、考えながら一緒に聞いてもらえたらなと思います。で、今回はそのもしものシチュエーションというか、もしもの質問を3つしていこうと思います。3つの質問をするので一緒に考えながら聞いてもらえたらなと思います。で、皆さんもね、私はこういう意見があるよとか、私はこうだったらいいなみたいなそういう答えをね、皆さんが思う答えというか、皆さんの、妄想みたいなのをコメント欄であればぜひシェアしてください。で、私もこの質問に一緒に答えながら、このエピソードを撮っていくので、あ、そういう考えもあるんだみたいな感じで聞いてもらえたらなと思います。では早速ですが、もしもの質問1つ目です。1つ目の質問は、もしも1日誰かになれるとしたら、誰になりたいですか？という質問です。もしも1日だけ誰かになりきれるとしたら、誰かになれるとしたら誰になりたいですか？私が私である以上、他の誰にも生まれ変わることはできないんですけど、もしもということで考えてみてください。これは現実にいる、人間、今この世界に存在している人でもいいし、架空のキャラクター、アニメとか映画の中のキャラクターになりたいっていうのでも大丈夫です。誰でもいいので、皆さんが、なりたい人、そしてその理由を一緒に考えてみてください。で、私はね、この質問をちょっとスクリプトに書いた時に、誰がいいかなって考えてみたんですけど、私はフリーレンになってみたいなと思いました。フリーレンって皆さん知っていますか？これは早々のフリーレンというアニメの中の主人公、メインのキャラクターなんですが、私はそのキャラクターになってみたいなってちょっと思いました。
で、その理由は、このフリーレンっていうのはエルフなんですね。なので、すごく長生きしています。1000年とかそのぐらい長生きしています。そして魔法も使えるので、どんな敵が来ても絶対に倒せる本当に最強の主人公です。なので私はまずそんな長生きしてる人の頭の中とか、ものの見方ってどんなものかなってちょっと体験してみたいっていうのがあるし、あとは魔法が使えるっていうので、その魔法をちょっとだけ使ってみたいなっていう、どういう感覚なんだろうとか、どういうパワーが自分の中にあるんだろうみたいなね、そういうのを少し体験してみたいなと思いました。で、そう思った理由は簡単で、今この早々のフリーレンっていうアニメが放送されています。毎週新しいアニメが放送されているんですけど、それを私も見ています。早々のフリーレンを見ていて、なのでこうパッて頭に思い浮かんだのがフリーレンでした。皆さんはどうですかね？今、どんな人が頭に思い浮かんでますか？この早々のフリーレンっていうアニメの中には、いろんな敵というか、魔物といって怪獣みたいな、そういう人が出てきて戦わないといけないんですけど、このフリーレンというキャラクターはマジで最強なので、私が1日だけ入れ替わったとしても、私が死んでしまったり、私自身が怪我することはないかなと思ったので、ちょっと強めのキャラクターを選んでみました。で、そうですね。もし現実世界で今この世に存在している人間、人で選ぶとしたら、この人になりたいとか、この人の人生を一回体験してみたいっていう特定の人物はいないんですけど、なれるとしたら、私と同じようなポッドキャストを作っている方の一日を体験してみたいっていうのはちょっとあります。私と同じような活動をしている人がどういうふうに一日を過ごして、どうやってポッドキャストを作っていたりとか、なんか似てるけど全然違うだろうなって思うので、そういった方の一日を少しだけ体験してみたいっていう気持ちはあります。現実世界にいる人だと、自分と似ているような人の体験をしたいっていう人もいるだろうし、またはもう全く違う別世界の人の体験をしたいっていう人もいるかと思います。皆さんはどっち派ですかね？で、あと、なんか意外とポンポン思いつくなって思うんですけど、もしあと一人だけね、誰かと入れ替わるチャンスがあるなら、誰かになれるなら、ポリグロットの人になってみたいなって今思いました。ポリグロットは英語で言うとポリグロットだと思うんですけど、何言語以上でそのポリグロットのカテゴリーに入るかはわかんないんですけど、5言語以上とか10言語ぐらい話せる人に1日だけなってみたいなって思いました。それだけの言語を理解できるのをちょっと体験してみたいなって思いました。そうですね、そんな方の体というか感覚をちょっと体験してみたいなって今思いました。で、私は今スペイン語を勉強しているんですけど、もうなかなか成長している気がしなくて、で、自分がスペイン語を流暢に話せる未来が今全く想像できないんですよね。で、これは英語を勉強している時も同じことを思っていました。全く同じことを思っていました。私が10代の時に英語を勉強したいって思ってたんだけど、自分が英語が話せる未来が本当に想像できなくて、で、私より2、3歳ぐらい年上の人が英語で流暢に話しているのを見た時に、自分がそうなれるって本当に思わなかったんですね。なんかどうやって英語がそんな口からペラペラ出てくるのか全く想像ができひんし、今やってることが正しいかもわからないので、このまま続けていって大丈夫なんかなっていう不安とかもあったりしたんですね。でも、英語の勉強をやめなかったので、今はなんとなくある程度理解できるようにはなったので、その不安があるっていうのは当たり前だし、新しい言語を勉強するときはわからないっていうのも当たり前なんだけど、でもなんか、やっぱりね、新しい言語を学び始めるってなったら、ちょっと自分がその言語をスラスラ話せている状況、そういう未来が想像できなくて、はあってちょっと落ち込みそうになる瞬間があるんですね。なのでね、
ポリグロットの方の体とか頭とか、その感覚をもしつかめたら、今できない言語があったとしても、なんか将来はこういう風になれるっていう未来が想像できるというか、未来を体験できるので、今モチベーションが下がった時とか、ああ、もうやりたくないかもって思ってしまった瞬間に、そのなんか思い出せる体験になるかなと思いました。なので、ポリグロットの方と1日だけ入れ替わっていろんな言語を聞いてみて理解してみて、そういう体験をたくさんしたいなと思いました。皆さんはどうですか？どんな人が思い浮かびましたか？これが、絶対あるわけないけど、もしも1日だけ誰かになれるとしたら誰になりたいですか？という質問でした。では次の質問2つ目に行こうかなと思います。次は、もしも過去に行けるとしたら何時代に行く？という質問です。過去か未来どっちに行きたいかっていう質問もあるかと思うんですけど、今回は過去限定です。過去に戻れるとしたらいつ、どこの何時代に戻りたいかっていうのをちょっとだけね、考えてみてください。で、私は確かに日本の過去にも戻って、教科書に書かれてあることがどれだけ正しいのかっていうのをね、自分の目で直接見てみたい感じはするんですけど、私は本当に一つだけ選べるとしたら、ヨーロッパの17世紀とか18世紀ぐらいに行ってみたいなって思いました。で、これもまたかよって感じかもしれないんですけど、アニメをね、たくさん見ていて、なんかヨーロッパを舞台にしたアニメっていうのがたくさんあって、なので私は18世紀ぐらいの昔すぎない、でも最近すぎない、そんなヨーロッパに一度だけでいいから、行ってみて自分の目で見てみたいなと思いました。なんかまず建物とかもそうだし、なんかもう全てが違いますね。日本にあるものと全てが違うので、完全なる異世界を体験してみたいっていう気持ちが少しだけあります。で、まあ昔、過去に戻るので、今より快適な暮らしがあるわけないんですよね。今の方が、まあ比較的安全だし、食べ物もあるし、いろんな仕事だってあるし、そんなに困ることって少ないかと思います。で、昔に戻ったらめちゃめちゃ大変なこと、大変な世界っていうのはわかるんですけど、選べるとしたら、ヨーロッパの中世ぐらいに戻ってみたいなっていうか、そこに行って、なんか暮らしを少しだけ体験してみたいなっていう思いがあります。暮らしを体験するというよりかは、自分の目で直接世界がどうなっているのか見てみたいっていうのはあります。皆さんはどうですかね？まず、過去に戻れるとしたら、自分の国の過去を見てみたいですか？それとも全く違う世界の、皆さんだったら、日本の江戸時代に行ってみたいとか、日本の侍がたくさんいた時代に行ってみたいって思ったりする方もいるかと思います。どうですか？皆さん、侍直接見てみたいですか？私はね、そこはあんまり興味がないというか、そこはいいかなってちょっと思ってしまいます。なので、過去に戻れるなら、もうヨーロッパっていう日本から遠く離れた本当に全く違う世界に行ってみたいなって少し思います。じゃ、ちょっとこれはボーナス質問っていうことで、皆さん過去と未来だったらどっちに行ってみたいですか？私は100%未来です。未来が分かるとそれに備えることができるし、謎の不安に煽られることもないので、私は絶対に未来に行ってみたいって思うんですけど、もしかしたら皆さんの中には過去に行って何かを変えたいっていう人もいるかと思います。こういう話ってね、絶対に起こらないから、なんか意味ないじゃん、なんでこんな話するのって思う方もいるかと思うんですけど、ま、なんかね、一つ話題としてあると楽しい、普段だと話さないけど、たまにはこういう会話をしてみてもいいんじゃないって思ったりします。こういうのを話すことで、なんかその人の深く何を考えているかとか、何を大事に思っているかっていうのも知れることもあるかもしれないので、まあ、皆さんもね、もしよければ、ぜひ友達と家族とこういうもしもみたいなありえない話を
やってみるっていうのもいいかなと思います。ではですね、最後の質問です。3つ目の質問は、架空のキャラクターを現実世界に呼ぶなら誰を呼びたいですか？そしてその理由は何ですか？この質問を私見た時に面白って思ったんですけど、だから自分が最初の質問のように、自分がどこかの世界に行ってみたり、誰かと入れ替わってみたりっていうのは、こういうもしも系の質問でよくあるかなと思うんですけど、架空のキャラクターを現実世界に呼ぶっていう考え、私は今までしたことがなかったなと思ったので、今回ちょっと質問に入れてみました。で、これは架空のキャラクターなので、皆さんの好きなアニメのキャラクターとか、映画のキャラクターとか、ディズニーのキャラクターとか、何でも大丈夫なんですけど、皆さんは誰を一人だけ、一人というか、ミッキーミニーとかだったらその2人来てもいいかなと思うんですけど、誰を選びますか？で、私はこの質問を見た時にパッて思い浮かんだのが、トムとジェリーです。なんでって思うと思うんですけど、皆さんまずトムとジェリー知っていますか？めちゃめちゃ有名なので、聞いたことがあるっていう方がほとんどかと思うんですけど、トムとジェリーがこう私の家にもし来たとしたら、どんな感じで暴れるのかなとか、どんな風に遊ぶんだろう、どういう隙間に潜り込んでいくんだろうっていうのが、ちょっと気になりました。なので、トムとジェリーを一回この2026年の日本に呼んできて、その様子を1日だけ見てみたいなって思ったりもしました。で、このキャラクターはね、別に何かスーパーパワーとか超能力とか魔法があるわけじゃないので、私にメリットは多分何もないんですけど、なんか楽しく笑える1日になるかなって思いました。でも、多分1日以上トムとジェリーが家にいたりしたら、もう絶対家が散らかって汚くなって、家中穴だらけで、なんか早く出てってくれって思うと思います。それは絶対思うと思うんだけど、1日ぐらいトムとジェリーがね、自分の家でペットとして来てくれたらなんか面白いんじゃないかなって思いました。皆さんはどうですか？どんなキャラクターを現実世界に呼びたいですか？友達になりたいキャラクターっていうのもあると思うし、見てみたい超能力っていうのもあるかと思います。なんかね、ワンピースのルフィを呼んできて、ほんまに実際どのぐらい手伸びんのとかね、なんかルフィの口どのぐらい伸びるかちょっと引っ張ってみたいとか、なんかそういうことを思う方もいるかと思うんですけど、皆さんが実際になれるわけではないんですけど、話してみたいキャラクターとか、悩み事を聞いてほしいキャラクターとか、いろいろあるかと思うんですけど、なんかこういうのも考えてみると、ちょっと楽しいなって私は思いました。別に何か意味がある会話でもないけど、ちょっと友達と遊んだ時にこういうのをしてみると、多分全員違う答えになりますよね。一緒の答えってなかなかないと思います。だからこそいろんな人のいろんな考えが聞けてめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと思いました。で、皆さんもね、普段こんなことをあんまり考えないっていう方が多いかと思うんですけど、たまに意味のないことも日本語で考えてみて、それを日本語で何て言うかなっていうのを考えて、日本語のいろんな語彙を増やすとか、バリエーションを増やすっていうのもいいんじゃないかなと思ったので、今回はもしもの質問、もしも投稿やってみました。では今回はもしもトークということで3つのもしも何々だったらっていう質問をしてみたんですけど、皆さん、3つとも考えてくれましたか？そして皆さんの答えは何でしたか？もしも誰かになれるとしたら、そしてもしも過去に戻れるとしたら、で、あともう一つはもしも架空のキャラクターを現実世界に呼ぶとしたらっていうこの3つの質問があったんですけど、皆さん人それぞれ違う考えとか違う答えがあったと思うので、もしよければぜひぜひコメント欄で教えてください。めちゃめちゃ気になります。どういう方がどんな考えでどういう答えがあるのかっていうのがね、すごく気になるので、もしよければぜひコメント欄で教えてもらえたらなと思います。また
このエピソード面白かった、良かったよっていう方がいましたら、ぜひいいねボタンを押してくれるとすごく力になります。サポートになります。ありがとうございます。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。